前回は大陸が分かれ、花が咲き、羽毛の恐竜が空へ向かう白亜紀の幕開けをたどりました。世界はすっかり新しくなり、細かく分かれた大陸のそれぞれで恐竜たちが別々の道を歩み始めていました。では、その先で一番大きく育ったのはどこの恐竜だったのでしょう？答えは地球の南側です。史上最大級とも言われる陸の生き物は南の大陸を歩いていました。白亜紀に入ると、かつて一続きだった大陸は南と北、二つの大きなまとまりに分かれていきました。北のまとまりは後の北アメリカやユーラシアへと続く大地です。そして南のまとまりをまとめてゴンドワナと呼びます。第2話でご案内するのは、この南の世界、ゴンドワナです。ゴンドワナは、後の南アメリカ、アフリカ、インド、それに南極やオーストラリアへとつながっていく大地でした。白亜紀の間、これらの大陸はまだ互いに近く、少しずつ離れていく途中です。当時の南半球は、今よりずっと暖かく、緑にあふれた世界でした。広い平原と大きな川がどこまでも続いていたのです。大陸が海で切り離されると、南の恐竜たちは北とは行き来ができなくなります。そして、その土地ならではの進化を始めました。とりわけ目立ったのが、首の長い草食恐竜、竜脚類の仲間です。南の大地で、彼らは記録を塗り替えるほどの大きさへと育っていきました。第2話では、この南の大陸で暮らした恐竜たちを順番に見ていきます。まずは、主役である史上最大級の巨人たち。次に、なぜそこまで大きくなれたのか。そして、その巨人を狙った大型の肉食恐竜と水辺の変わった狩人まで。南半球のスケールの大きな物語をゆっくりと巡りましょう。首の長い草食恐竜、竜脚類は、ジュラ紀にすでに黄金時代を迎えていました。白亜紀に入ると、その多くは姿を消していきます。代わって南の大陸で栄えたのが、ティタノサウルス類という新しい仲間です。この名前は、ギリシャ神話の巨人ティタンにちなんでいます。名前の通り、彼らは桁外れの大きさへと育っていきました。ティタノサウルス類は白亜紀の南半球、特に今の南アメリカで一番栄えたグループでした。アルゼンチンをはじめとする南の大地からは、彼らの巨大な骨が次々と見つかっています。中には大人が両手を広げてもまだ足りないほど大きな背骨もありました。それだけの骨を大地からゆっくりと掘り出していくのです。その中でも特に名高いのがアルゼンチノサウルスです。全長は30メートルを超え、体重は数十トンにもなったと考えられています。尻尾の先から頭まで並べると、大型のバスを何台も繋いだほどの長さです。陸の上で暮らした生き物として、史上最大級の一つに数えられています。もう一つ、よく知られているのが、パタゴティタンです。南アメリカのパタゴニアという地方で、たくさんの骨が見つかりました。何頭分もの骨がまとまって出てきたおかげで、アルゼンチノサウルスよりも姿が詳しくわかっています。こちらも全長30メートルを超える巨人だったと考えられています。では、この2頭のうちどちらが史上最大なのでしょう？実は、これははっきりとは決まっていません。どちらも全身の骨が揃って見つかったわけではないからです。数少ない骨から
体全体の大きさを推し量るのはとても難しいことです。だから研究者の間でも最大の座については今も意見が分かれています。これほどの巨人は子供もたくさん残しました。南アメリカのある場所では竜脚類の卵が広い範囲にびっしりと産みつけられた跡が見つかっています。何百という巣が一つの土地に集まっていたのです。親は決まった場所に集まってまとめて卵を産んでいたと考えられています。卵から生まれたばかりの赤ちゃんは体長がせいぜい1メートルほど。大人とは比べ物にならない小ささです。この小さな体からあの巨体へと育っていきました。彼らは群れで暮らし、長い首を左右に振って周りの葉を次々と口へ運んでいたと考えられています。それにしても、なぜこれほど大きくなれたのでしょう。これは古生物学の大きな謎の一つです。実ははっきりした答えはまだ出ていません。ただ、いくつかの理由が組み合わさっていたのだろうと考えられています。ここではその手がかりを一つずつ見ていきましょう。まず考えられるのが食べ物の豊かさです。白亜紀の南半球は暖かく、シダや針葉樹が一年中よく茂っていました。大きな体を保つには大量の植物がいります。食べ物にこと欠かない土地であれば、体を大きくする余地もあったというわけです。次に、あの長い首です。竜脚類は体をあまり動かさずに首だけをぐるりと動かして広い範囲の葉を食べられました。歩き回るよりずっと少ない力でたくさんの食べ物を口にできます。この省エネな食べ方が大きな体を支えるのに役立ったと考えられています。大きさそのものが身を守る術にもなりました。体があまりに大きければ、めったな肉食恐竜では手も足も出ません。大人にまで育ってしまえば、狙われることはぐっと減ります。天敵から身を守るために大きくなっていった。そういう面もあったのでしょう。さらに、成長の速さもありました。小さく生まれた赤ちゃんは、驚くほどの速さで大きくなっていきます。たくさんの卵を産み、その中の何頭かが一気に育って生き延びる。こうした暮らし方が巨大化を支えたのかもしれません。もっとも、なぜここまで大きくなれたのか、その本当のところは今も研究が続いています。これほどの巨人がいれば、それを狙うものもまた育ちます。南の大陸には巨大な竜脚類と並んで、大型の肉食恐竜も暮らしていました。ジュラ紀までのどの肉食恐竜にも引けを取らない堂々とした狩人たちです。ここからはその南の肉食恐竜を見ていきましょう。その代表がギガノトサウルスです。名前には巨大なトカゲという意味が込められています。全長は13メートルほど。あの有名なティラノサウルスに負けないほどの大きさです。ティラノサウルスよりもずっと古い時代に地球の反対側の南アメリカで暮らしていました。ギガノトサウルスの武器はその歯にありました。薄く、平たく、縁がナイフのように鋭い歯です。この歯は獲物に噛みついて深く切り裂くのに向いていました。骨ごと噛み砕くティラノサウルスとは狩りのやり方が違っていたと考えられています。ギガノトサウルスはカルカロドントサウルス類という肉食恐竜のグループに入ります。この仲間は南アメリカだけでなくアフリカにも暮らしていました。アフリカにいたカルカロドントサウルスは
サメの歯のトカゲという名前を持っています。南の大陸には、こうした大型の肉食恐竜が広く行き渡っていたのです。ギガノトサウルスの近い仲間に、マプサウルスという肉食恐竜がいます。ある場所では、このマプサウルスの骨が何頭分もまとまって見つかりました。このことから、彼らは群れを作って行動し、力を合わせて大きな獲物に挑んだのではないか、とも考えられています。まだ確かめられてはいませんが、興味深い説です。大きな竜脚類を大型の肉食恐竜が狙う。とはいえ、大人にまで育った巨人は、あまりに大きく、簡単には倒せません。狙われやすかったのは、まだ小さな子供や弱った個体だったでしょう。巨人と狩人。この二つの力が南の大地で釣り合いを取りながら暮らしていたのです。南の大陸の狩人は陸の上だけにいたわけではありません。水辺には全く違う姿をした変わり者の肉食恐竜が暮らしていました。細長い口と背中の大きな頬を持つ不思議な恐竜です。その名をスピノサウルスと言います。スピノサウルスが暮らしていたのは今の北アフリカです。当時、この一帯もまた南のゴンドワナの一部でした。大きな川と湿地が広がる水の豊かな土地だったと考えられています。全長は15メートルほど。知られている中では最大級の肉食恐竜の一つに数えられています。スピノサウルスの一番の特徴は背中にそびえる大きな穂です。背骨が長く伸びて、その間に皮が張られ、穂のような形を作っていました。そしてもう一つ、ワニによく似た細長い口を持っていました。口の中には円錐の形をしたつるりとした歯が並んでいます。この細長い口とつるりとした歯は魚を捕らえるのに向いていました。実際、スピノサウルスは魚を主な食べ物にしていたと考えられています。歯の成分を調べた研究からも多くの時間を水辺で過ごしていたことが伺えます。大きな川で魚を捕まえて暮らす。そんな肉食恐竜がいたのです。では、スピノサウルスはどこまで水に入っていたのでしょう。深くまで潜って泳ぎ回ったという説もあれば、岸辺や浅瀬でサギのように魚を待ち伏せたという説もあります。この点については、研究者の間で今も議論が続いています。水辺の狩人だったことは確かでも、その暮らしぶりはまだ完全には分かっていないのです。背中の大きな穂も何のためのものか、はっきりとは分かっていません。仲間に自分を見せるためだったのかもしれません。あるいは体温を調節する役目や、水の中で体を安定させる役目があったのかもしれません。一つの体にいくつもの謎を抱えた恐竜。それがスピノサウルスです。スピノサウルスの暮らした水辺はとても豊かな世界でした。大きな魚が泳ぎ、巨大なワニの仲間が潜んでいます。この恵まれた水辺があったからこそ、これほど大きな水辺の狩人が育つことができました。陸には陸の巨人が、水辺には水辺の狩人が。南の大陸は変化に富んだ生き物たちで賑わっていたのです。南の大陸には巨人と大型の狩人の他にも、そこならではの恐竜たちがいました。北の大陸とは行き来ができなくなった分、南では独特の顔ぶれが育っていきます。その代表がアベリサウルス類という肉食恐竜の仲間です。アベリサウルス類は
短くて高さのある顔と、とても小さな前足が特徴です。ギガノトサウルスのような細長い顔とは、随分違った姿でした。目の上に、小さな角や出っ張りを持つものもいます。南の大陸で独自に姿を変えていった個性豊かな狩人たちです。草食恐竜にも南ならではの面々がいました。首の長い巨人たちの中には背中や体の側面に硬い装甲を備えたものもいます。大きな体に加えて鎧までまとうことで狩人から一層身を守っていたのでしょう。南の大陸はまさに独自の進化の実験場でした。こうして見ていくと、南の恐竜たちは北とは随分違う顔ぶれだったことがわかります。桁外れの巨人、細長い顔の大型の狩人、水辺のスピノサウルス、そして短い顔のアベリサウルス類。海で切り離された南の大陸は、それだけ独特の世界を育てていたのです。ここで第2話を振り返ってみましょう。海で分かれた南の大陸ゴンドワナでは、ティタノサウルス類という史上最大級の巨人たちが育ちました。それを狙ってギガノトサウルスのような大型の肉食恐竜が暮らし、水辺には帆を持つスピノサウルスがいました。南の大陸はとにかく大きさの世界でした。陸には史上最大級の巨人が歩き、それに見合う大型の狩人が育つ。豊かな水辺と暖かい気候が、こうしたスケールの大きな暮らしを支えていました。白亜紀の南半球は、まさに巨人たちの大陸だったのです。では、海を隔てた反対側、北の大陸はどうだったのでしょう。南が巨大さの世界なら、北には北の全く違う主役たちがいました。私たちがよく知るあの有名な恐竜たちの多くは、実はこの北の大陸で暮らしていたのです。次回はその北の大陸へとご案内します。頂点に立つ狩人、ティラノサウルス、角と退ける盾を持つトリケラトプスたち、鎧をまとった恐竜や群れで子を育てる恐竜たち、白亜紀の北半球で繰り広げられた王国の物語をたっぷりとお届けします。史上最大級の巨人たちが歩いた南の大陸ゴンドワナ。次はいよいよ北の恐竜王国へと向かいます。またご一緒できたら嬉しいです。ここまでのお付き合い、どうもありがとうございました。